ロサンゼルス、ドジャース対ミルウォーキー、ブルワーズ。この日、球場には試合開始前からただならぬ熱気が漂っていた。ドジャースファンが待ち望んでいたのは、もちろん背番号17、大谷翔平だった。打席に立つたびに何かが起こる。そんな期待が、スタジアム全体を包み込んでいた。そして、その期待は試合開始直後から少しずつ現実へと変わっていく。ドジャースの先発メンバーが発表され、大谷はいつものように打線の中心を担う。ブルワーズの投手陣にとって、最も警戒すべき打者であることは間違いない。一方のブルワーズも簡単には引き下がらない。試合前の練習では外野へ鋭い打球を連発し、ドジャース先発投手に対して積極的に攻める姿勢を見せていた。そして、いよいよプレーボール。球場を埋め尽くした観客から大きな歓声が上がった。さあ、始まった。序盤から両チームの攻防は激しく動いた。ドジャースは初回、先頭打者が出塁すると、続く打者がきっちりと送り、いきなり得点圏にランナーを進める。しかし、ブルワーズの先発投手も落ち着いていた。低めへの速球と鋭い変化球を巧みに組み合わせ、ドジャース打線に決定的な一打を許さない。そして迎えた大谷の第一打席。球場の空気が一瞬で変わった。大谷が打席に入っただけで、観客の視線が一斉にホームプレートへ集まる。ブルワーズのバッテリーも慎重だった。初球は外角低め。大谷は見送った。2球目。今度は内角への速球。大谷はハウル。そしてカウントが進む。3球目。内角へ逃げる変化球。大谷はバットを止めた。スタンドからは大きな拍手が起こる。しかし、ブルワーズの投手はさらに攻めてきた。次の球は高めの速球。大谷が振り抜いた。打球は鋭く1、二塁間へ飛んだが、二塁手が素早く反応してキャッチ。大谷は惜しくも凡退となった。それでも球場には、今日は何か起こる、という期待が残っていた。その後、試合はブルワーズが先に動く。未開票。ブルワーズ打線だとジャース先発を攻め立てる。先頭打者がヒットで出塁すると、続く打者が右中間へ鋭い二塁打。いきなり虫に、三塁。球場の雰囲気が変わった。ここでブルワーズは犠牲フライを放ち、先制点を奪う。さらに3回にも追加点。ドジャースは序盤から2点を追いかける展開となった。しかし、ドジャース打線はここから反撃を開始する。3回裏、先頭打者が死球を選び、続く打者がライト前へ運ぶ。虫1、二塁、スタンドのファンが立ち上がる。ここでドジャース打線が連打を重ね、一気にチャンスを広げる。そして犠牲フライで1点。続くタイムリーでさらに1点。試合は2対2。振り出しに戻った。球場の熱気は一気に高まった。ここからだ。そんな声がスタンドのあちこちから飛び交う。しかし、ブルワーズも負けてはいない。5回表、再びチャンスを作る。西1、三塁。ドジャースバッテリーは慎重に勝負するが、ブルワーズ打者が外角の球を逆方向へ運んだ。ライト全ヒット。三塁ランナーが生還。ブルワーズが3対2と再びリードを奪う。さらに6回表にも追加点が入り、ドジャースは3対2ではなく、4対2と2点を追う展開へ。球場にはわずかな緊張感が漂い始めた。それでも、ドジャースにはまだ大谷がいる。そして迎えた6回裏。先頭打者が出塁。続く打者もヒット。一死一、二塁。ブルワーズのベンチが動く。リリーフ投手がブルペンからマウンドへ向かう。球場がざわついた。なぜなら、その次の打席に大谷翔平が控えていたからだ。大山で回るぞ。ファンの声が一気に大きくなる。打席には前の打者。ブルワーズは勝負を避けるように厳しいコースを攻める。しかし、ドジャース打者が粘る。ファウル。またファウル。そしてフルカウント。次の一球。打球はセンター前へ。ドジャースが満塁のチャンスを作った。スタジアムは総立ちだった。そして、ついにその瞬間がやってくる。大谷翔平がネクストバッターズサークルからゆっくりと姿を現した。観客の声が一段と大きくなる。大谷、翔平、名前を呼ぶ声が球場中に響き渡る。スコアは4対2。西満塁。ここで1本出れば、試合は完全にひっくり返る。そして大谷のバットには、さらに特別な意味があった。この試合までに29本塁打。あと1本で30トン。第30号。誰もがその瞬間を待っていた。ブルワーズの投手がマウンドで深呼吸する。星からサインが出る。大谷がバットを構える。球場が静かになった。1球目。外角低めの速球。大谷は見送った。ストライク。2球目。内角への変化球。大谷はファウル。追い込まれた。しかし、大谷の表情は変わらない。むしろ、集中力がさらに高まっているように見えた。3球目。
投手が大きく振りかぶる。そして投げ込んだ。真ん中付近へ入ってきた速球。次の瞬間、大谷のバットが猛烈な勢いで振り抜かれた。かき湯。乾いた打球音が球場全体に響き渡る。打球は高く舞い上がった。センター方向へ。外野手が一歩、二歩と下がる。しかし、もう追いつかない。打球はそのままフェンスを越えた。ホームラン。しかも、満塁ではない。三塁ランナーを含む3人が生還する、衝撃のスリーランホームランだった。大谷翔平、第30号。スタジアムが爆発した。4対5。ドジャースが逆転。ベンチから選手たちが一斉に飛び出す。大谷は一塁ベースを回ると、何度もスタンドを見上げた。観客は総立ち。両手を上げ、叫び、拍手を送る。第30号だ。大谷が決めた。また大家だ。実況席からも興奮した声が響き渡る。この一打で試合の流れは完全に変わった。しかも、ただのホームランではない。今季30トン目となる節目の一発。そしてチームを逆転へ導くスリーラン。まさに、この試合を象徴する一打だった。大谷がホームを踏む。待っていたチームメイトが次々と出迎える。ヘルメットを叩かれ、肩を抱かれ、笑顔が弾ける。大谷自身も珍しく大きな笑顔を見せた。ベンチの全員がこの瞬間を待っていたかのようだった。スタジアムの大型ビジョンには、30の数字が大きく映し出される。その数字を見た瞬間、観客から再び大歓声が起こった。30号、大谷翔平のシーズン30本塁打到達。そして、その一発によってドジャースは5対4と逆転した。だが、試合はまだ終わっていない。ブルワーズは強力な打線を誇るチームだ。7回表、ドジャースはリリーフ投手を投入。しかしブルワーズの打者が先頭で出塁する。続く打者も粘る。一死一塁。球場には再び緊張感が戻ってきた。ブルワーズは同点。そして再逆転を狙う。ドジャース投手は低めを丁寧に攻める。カウントは2ボールにストライク。そして次の1球。空振り三振。大きな歓声。続く打者も内野ゴロに打ち取り、インチを脱出した。ドジャースは1点リードを守った。8回裏。ドジャースにも追加点のチャンスが訪れる。先頭打者がヒット。盗塁で2塁へ進む。さらに犠牲フライで3塁。一打追加点の場面。しかし、ブルワーズ投手も簡単には崩れない。内角へ鋭い球を投げ込み、ドジャース打者を空振り三振。結局、追加点は奪えなかった。5対4。試合は最終回へ。そして9回表。球場全体が立ち上がった。ドジャースの守護神がマウンドへ。先頭打者を迎える。初球、ストライク。2球目、ファウル。3球目、外角低め。空振り三振。後にアウト。スタジアムが揺れる。次の打者。鋭い当たりが最優からへ飛ぶ。しかし、ショートが横っ飛び。見事なファインプレー。一塁へ送球。アウト。あと1アウト。そして最後の打者。ブルワーズベンチも総立ち。ドジャースファンも声を張り上げる。あと一人。投手がセットポジションに入る。1球目。ストライク。2球目。ファウル。追い込んだ。そして3球目。外角低めへの変化球。バットが空を切った。空振り三振。ゲームセット。ドジャースが5対4で勝利した。選手たちがグラウンドへ飛び出す。観客は大歓声。そして、その中心にいたのはもちろん大谷翔平だった。第30号スリーラン。チームを逆転へ導く一撃。手締めの30本塁打を、これ以上ないほど劇的な場面で決めた。試合後、大谷はチームメイトから何度も祝福された。ベンチでは笑顔が絶えない。観客席では、MVP のチャントまで起こった。この夜、誰もが同じことを感じていた。大谷翔平は、また一つ記憶に残る夜を作った。そして、第30号という数字は、単なる節目では終わらなかった。劣勢だったチームを救い、試合の流れを一振りで変え、最後には勝利まで引き寄せた。これこそが、大谷翔平という選手の持つ特別な力なのかもしれない。ドジャース対ブルワーズ。最後まで目を離せない激闘。そして、その結末を決めたのは、大谷翔平の第30号スリーランだった。球場に響き渡った打球音。フェンスを越えていく8球。総立ちになる観客。ベンチから飛び出すチームメイト。そしてスコアボードに刻まれた30。この光景は、ファンの記憶に長く残ることになるだろう。大谷翔平は、またしても大舞台で輝いた。そしてドジャースは、劇的な逆転勝利を手にした。この夜、ロサンゼルスのスタジアムを包んだ興奮は、試合終了の瞬間になっても消えることはなかった。誰もが叫び、拍手し、そして何度もその一打を振り返った。大谷が決めた。
それだけで十分だった。第30号、スリーガン、逆転、勝利、すべてが一つにつながった、忘れられない一戦だった。試合終了の瞬間、ドジャースタジアムを包んでいたのは、勝利の喜びだけではなかった。誰もが、あの瞬間を何度も頭の中で再生していた。6回裏、西一、二塁から始まった攻撃。そして、大谷翔平が打席へ入った瞬間に変わった球場の空気。ブルワーズの投手が投じた一球を、大谷が完璧に捉えた。打球は高く舞い上がり、外野スタンドへ一直線。第30号。しかも試合をひっくり返すスリーガン。まさに、この男にしか生み出せないような劇的な一打だった。試合後のクラブハウスでは、選手たちがその一打を何度も振り返っていた。打った瞬間に入ると思った。そんな声が飛び交うほど、打球は完璧だった。一方、ブルワーズ側には悔しさが残った。試合を優位に進めながら、終盤のわずかな隙を突かれて逆転を許したからだ。特に大谷の最後の勝負。あの場面は、試合後も大きな話題になった。なぜなら大谷は、すでに29本塁打を記録しており、この打席が30本目に到達する可能性を秘めていたからだ。それでもブルワーズは勝負した。そして大谷は、その勝負に真正面から応えた。逃げずに投げ込まれたボールを逃さず打ち返した。これこそが大谷翔平だった。どれだけ厳しく攻められても、どれだけプレッシャーがかかる場面でも、最後の瞬間に自分のスイングを貫く。その姿に、スタンドのファンは何度も拍手を送った。この日の勝利は、ドジャースにとっても大きかった。ブルワーズは序盤から強烈な攻撃を見せ、ドジャースを苦しめ続けた。それでもドジャースは最後まで諦めなかった。打線がつなぎ、投手陣が踏ん張り、そして最後に大谷が決めた。チーム全員で掴んだ逆転勝利だった。試合のグラウンドにはまだ多くのファンが残っていた。帰路につきながらも、スマートフォンを手にして、大谷の第30号の映像を何度も見返す人の姿があった。あるファンは大きな声で叫んだ。今日ここに来て本当に良かった。その言葉が、この試合の全てを表していた。野球では、どれだけ素晴らしい選手でも、毎試合必ず結果を残せるわけではない。しかし、大谷翔平が特別なのは、ファンが何かが起こると期待している瞬間に、本当に歴史に残るプレーを生み出してしまうところにある。第30号スリーガンは、単なるホームランではなかった。それは試合の流れを変える一打であり、チームを救う一打であり、そして球場にいたすべての人の記憶に残る一打だった。ドジャースのベンチでは、試合終了後も笑顔が絶えなかった。選手たちは互いに肩をはたき、勝利を喜び合う。その中心で大谷も笑っていた。派手なガッツポーズをするわけでもなく、いつものように落ち着いた表情。しかし、その目には確かな達成感があった。30頭、今季の新たな節目。そして、まだシーズンは終わっていない。ここから先、さらにどこまで本塁打数を伸ばしていくのか、ファンの期待はますます高まっていく。ドジャースにとっても、大谷の存在は単にホームランを打つ選手というだけではない。劣勢の場面で打席に立つだけで、相手ベンチにプレッシャーを与える。観客を立ち上がらせる。チームメイトに勇気を与える。そして、一振りで試合そのものを変える。この夜も、まさにそうだった。ブルワーズが築いたリード。ドジャースが追いかける展開。誰もが緊張しながら見守った6回裏。そして、大谷翔平のバットから放たれた一発。その瞬間、すべてが変わった。スコアボードの数字が変わり、球場の雰囲気が変わり、選手たちの表情まで変わった。野球の試合には、ほんの一球で運命が変わる瞬間がある。この試合では、その一球を大谷が掴んだ。そして最後までリードを守り切ったドジャースが、5対4で勝利。劇的な一戦に終止符を打った。スタンドからは最後まで大谷コールが響いていた。翔平、大谷。その声を背に、大谷は静かにグラウンドを後にした。しかし、ファンにとっては終わりではなかった。むしろ、ここから新たな期待が始まった。第30号を放ったことで、次に待っているのは31号、そして32号、33号へ。一体どこまで数字を伸ばしていくのか。大谷翔平のシーズンは、まだ終わっていない。むしろ、ここからがさらに面白くなる。この日のブルワーズ戦は、後に振り返った時、シーズンの中でも特に印象的な一戦として語られることになるだろう。ドジャースが苦しい展開から逆転したこと、そして、その逆転を決めたのが大谷翔平だったこと、さらに、その一発が今季30本目だったこと、すべてが重なった。野球ファンにとって、これほどドラマチックな展開はない。試合前には誰も結末を知らなかった。ブルワーズが先にリードを奪い、
ドジャースは追いかける立場だった。しかし、最後に笑ったのはドジャース。そして、その勝利の中心に立っていたのは大谷翔平だった。第30号スリーラン。この一打は、単なる数字として記録されるのではない。チームが苦しい時に、大谷が打って逆転した。そんな一つの物語として、多くのファンの記憶に残ることになる。そして次の試合、大谷は再び打席へ向かう。30本塁打を達成した男に、相手投手はこれまで以上に慎重になるだろう。厳しいコース、際どい変化球、勝負を避けるような配球。それでも、大谷はバットを握る。観客は立ち上がる。そして、次の一球を待つ。野球には、次、どれだけ劇的なホームランを打っても、翌日にはまたゼロから始まる。それが野球の厳しさであり、同時に面白さでもある。大谷翔平もまた、その繰り返しの中で戦い続ける。第30号を打った翌日、彼の前に待っているのは新たな挑戦。そしてファンは、また同じ期待を抱く。今日も何か起こるのではないか。その期待こそが、大谷翔平という選手が生み出す特別な空気なのだ。ブルワーズとの激闘は終わった。しかし、大谷翔平の物語はまた続いている。第30号、劇的なスリーラン、ドジャースの逆転勝利。この夜に刻まれたすべての出来事が、2026年シーズンの一つの名場面として残っていく。そして、次の瞬間にはまた新しい物語が始まる。大谷翔平はバットを握る。球場は静まり返る。投手がマウンドからサインを確認する。大谷がゆっくりと構える。そして、誰もが息を止める。次の一球が、また新たな歴史を作るかもしれない。そんな期待を抱かせる男。それが、SHOHEI、OHTANI だった。